はコンテンツやり方に関わらず何をやってもうまくいきます。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は私の2万件の先生術セッションを通して気がついた願望実現する人たちの共通点、そしてマニフェステーション術についてお届けします。先生術にも関わってきます。ぜひ最後までご覧ください。まず大きく分けると3つのポイントがありますので、最後にそれをお話しする予定になっております。その前にまず知っておいていただきたいのは、SNS を通して簡単に宣伝できる時代だからこそ起業する方が増えていて、ただ実際にやっていくと思い通りに進まずに何年も滞っているという自営業難民と言われる人が増えていると思われます。私自身も成功するために実は必要なことなのにやっていなくて、無駄になることを一生懸命やっていた、つまり勘違いしていた数年があって、その時は失敗や挫折を繰り返して何もうまくいきませんでした。でも今ではオーストラリア・シドニーにこのクリスタルショップ3軒目成功させていて、スピリアルアカデミーガイアハウスを経営していて、そして日本でも登録商標されているようなメソッドをいくつも開発しています。このプロセスの中で気づいて学んだこと、そのようにして結果を出したことによって評判を聞いてくださった方たちが予約をたくさんしてくださって、今では自営業で大成功を収めているクライアントさんが継続セッションのクライアントさんとしてたくさん多くいらっしゃるようになりました。で、その結果、こういう方たちの共通点、自分がやってきたこととの共通点から明確な夢実現する人がやっている3つのことが分かったわけです。その前にまずうまくいかない理由に、コンテンツが悪い、運が悪い、やり方が悪い、集客が下手、SNS の使い方が間違っている、私には魅力がない、そもそも才能がない、ということを何かうまくいかない原因としてきた人がいるならば、まずその考えを捨てることです。そうでないと、それらを磨くためのテクニックを磨くための時間やお金を費やして、またもう一度いろいろ作り直してという無駄な時間を過ごしてしまいます。理由がそこにないならば結果は変わりません。逆に言うと、それさえ学べば誰もが成功するのならば、特に皆さんやっているということになります。多分皆さんはすでに多くを学んでいますし、努力もしてコツコツと積み上げてきたものを持っていて、その内容は素晴らしいはず。アイデアもコンテンツも素晴らしいはずなんです。そして皆さんにも才能も魅力もあるはず。提供するサービスも素晴らしい。なのに思い描いた通り成功にいっていないんです。だとしたら、それらをやり直したことで結果は同じです。残念ながら素晴らしいコンテンツやサービスを用意して努力さえすれば全ての人が報われるわけではないんです。それをみんなやってるけれども、その中で報われている人っていうのは一部なわけです。同じ内容をしていて願望がサクサク叶っている人っていますよね。そういう人がいるというのが事実。それは今からお話しする3つのことに関わってきます。そしてその前に、やはり先生術師ですから、先生術のお話をしたいと思いますが、新時代先生術で自身のバースチャートに描かれた魂の最高の可能性、才能、使命、そして絶対に言ってはいけない落とし穴を把握しておくこともとても大事であるということを付け加えておきたいと思います。バースチャートは人生の未来を示している予告しているものではなくて、今世で皆さんが最高に幸せな人生を送るための道しるべが全部書かれている。そこに描かれているあなただけが持っている才能を、そこにまず気がついて、その才能をどこでどんな風にどんな使命に向かって使うのか、その人生の攻略方法が書いてあるガイドなんです。特に人生後半になると、人生前半の経験を生かしてより自立して豊かな人生を再誕生させるために、小惑星をどういうふうに積極的に使いこなせばいいのかという計画が書いてあります。で、逆にこれをしないで反対に他の成功している人の上辺だけのこの3つのことじゃなくてね、お真似をして、それは自分のバースチャートには持っていない計画や使命、才能を使おうとしていたら空回りするに決まってるわけです。
ここに書かれているのはあなたがまいた種だから、その種に水をやって育てるべきものなんです。でも、まいてもない種、一生懸命水をやっても何も咲かないんです。ですから効率的に今から言う3つのことを意識するためにも、まずは自分の星を知るための新時代占星術は本当におすすめです。そしてその道しるべが見えてきた方が次のステップに進んでいただきたいということなんです。ですから私は占星術をやっています。私の目標は占星術をみんなに広めることじゃなくて、この世界の人が全部自分の星を生かしてそのままで幸せになる。そうしたら世界が平和になるというところにあります。ですからそのために新時代占星術が必要であるだけで、ここで終わりじゃないわけです。ここから進んでほしい。願望実現、マニフェステーションに欠かせない3つの条件にここで移っていってほしいです。まず1つ目は、夢を叶えた状態と同じぐらい高い周波数に自分自身を上げておくことです。そして2つ目は、潜在意識に成功する自分の可能性を入れておくことです。そして3つ目は、夢のゴール設定のフォームが宇宙仕様になっていることを確認して、宇宙仕様のフォームに宇宙が皆さんにお願いしているちゃんと書き方で書くことです。これ3つやってます。成功者の人はみんな。ですから皆さんもそこに移っていけばいいということなんですね。この3つができている人、できている状態の人はコンテンツやり方に関わらず何をやってもうまくいきます。ですがこの3つのことをほとんどの人が今聞いて、なんかそれ自分なりにやってるつもりと思ったかもしれませんが、実はこの自分なりにっていうのは多くの場合落とし穴で、ちゃんと宇宙の意図に合ったやり方になっていないために停滞しているという場合があります。このバロメーターは簡単で、うまく今いっていないならば何か意図に合っていない。だからちょっと調整の必要があるということだと思います。で、これら3つの方法についてですね、今言いました、どういうふうにやればいいのかということですが、実はこれまでもこの YouTube に動画を上げたり、特にインスタグラムのリールでいっぱい短くそのやり方を書いてお知らせしているリールがいっぱいありますし、ノートの記事でたくさん惜しみなくシェアしてあげておりますので、本気で取り組みたい人はぜひ下のキャプションのところからね、それぞれのところに行ってアプローチしてみてください。で、せっかくなので今回一つこの周波数を上げるということについてもう少し詳しくお話をしておきます。で、これはね、かつてブームになった引き寄せの法則とは似ているようで全然違うものです。引き寄せの法則はポジティブな言葉とかポジティブなビジョン、欲しいものをこう壁に貼ったりドリームボードを作ればそれが成功を引き寄せるというものでした。やりました。私も何も変わらない。実際にそれが可能だったら本当に楽だと思いません？みんなやってますよね。でもそんな簡単な話じゃないんです。引き寄せるのはあなたの周波数です。ですからあなた自身が発する周波数が言葉や外に貼ってるビジョンだけではなくて、毎日あなたが何を何時間考えて、どんなことを何時間想像して、どういう人と関わって社会とどのように貢献しているのかということすべてから成り立っています。低い周波数を発するマインドや行動の時間が長ければ周波数の平均点というのは下がってしまうんです。ビジョンボードを貼っていてもあなたのマインドの中に周波数を下げるものが入っていれば、それが10時間あるならば平均点が下がってしまうわけです。日常から高い周波数をずっと意識して生活することで皆さんが発信する波動が高いものとなります。そして皆さんが一度高い周波数を手に入れてそれを発するような状態で生活が始まると、皆さんの人生にやってくる出来事、チャンス、人間関係、成果、結果が変わっていきます。それらはすべてあなたが発している周波数と同じ周波数を持つものが引き寄せられているというのが宇宙の法則だからです。で、これは怪しい話でもなく科学の世界です。皆さん中学の物理の実験で同じ周波数の音差があれば一つだけ鳴らしてもみんなが共鳴して調和していくということを知っていますよね。で、全く違う低い周波数のものを置いていても全く引き寄せ合うことはなく不協和音しか生まれませんでした。ですから努力して素晴らしいものを持っていても皆さんの周波数が低ければそれに合った残念、
がっかりうまくいかないという低い周波数の出来事を引き寄せてしまう。ですから周波数を上げるということをサボっていては、成功体験という高い周波数を持つ現実がやってこないということなんです。なんで周波数を上げることにもみんな一生懸命になってください。で、周波数を上げるための朝の習慣とかですね、逆に周波数を下げてしまう NG コードも少なくしなきゃいけない。平均点だから。そういうものに気づいて日常の生活パターンを決めていくといいと思います。これは、さっきも言ったようにリールやインスタで出しているのでご自身でも取り組めると思いますし、なんかそれをやっぱりどんな風にやっていったらいいのかわからない、一個一個集めていくやり方がわからないという方は、私のライフワークであるセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座、これでは15時間の動画受講でみっちり全てそれが詰まっていますし、もう一つ、マニフェステーション実現プロジェクト。これはもう分かりやすく2ヶ月間オンラインサロンでずっと私と常につながって質問もしていただけるし、私の伴走とアドバイスをもとに自身で取り組んでいただくタスクの中で周波数が上がっていくというシステムになっています。で、今言ったように、例えばシェアしてきたものの中に朝5分で宇宙とつながるゴールデンタイムにやってほしいことみたいなのも挙げてますから、こういうのはすぐに自分で今できるので取り入れてみてください。例えば朝5分は絶対携帯電話を開けてはいけない。これ周波数朝5分やるとすごい下がるから。そして朝一ベッドでやるのは体を撫でてあげる、シェイクする、これが波動が上がります。なんでこういう習慣を身につけて続けていくと波動は高くなっていきます。なぜかということを分かりながらやった方がいいんで、そういうのは今言ったところに書いてあるので見てみてください。そしてもっと本当にもう何していいのか分からないという人は、今持っていないものではなくて持っているものに意識を向けるということを始めてください。持っているものに意識を向けてると感謝する時間が自然に増えますよね。感謝は本当に波動を上げます。いろんなものに感謝する習慣をつけていけば1日でぐっと平均点が上がりますのでやってみてください。で、逆に NG 行動は過去のネガティブな思い出を手放そう、癒そうとすることなんですね。実はこれ余計に低い波動エネルギーを注いでしまうことになります。これも以前動画が上げていますので、理由を知りたい方はがっつり見ていただけますが、簡単に言うとこうした行動は意外にも物理学でも、証明されていて、物理では何かあると、それが人が観察している時と意識していない時では別の物質に変わるんですよ。ですから意識して手放そうとすればするほど低い波動に変わってしまうということも忘れないでいていただくといいと思います。先ほどお話ししたみたいに、内側の自分が体験していないプロセスを一時的にポジティブな言葉やビジョンを使うことで納得させようというのはやっぱり無理がある。引き寄せの法則がうまくいかない原因はそこにあると思います。で、言葉だけでは潜在意識はついてきていないので波動は変わりません。いろんな角度で波動を変えるということは可能ですので、ぜひ皆さんやってみてください。で、このチャンネルは新時代先生術のファンの方が多いんですが、これからもですから先生術の動画も上げていきますが、ちょっとね、こういった動画も出していきたいと思っています。皆さんの希望がありましたら、さっき言った2つ目、3つ目についてももう少し詳しくお話しする動画なんかも上げますので、リクエストとかコメント、それから今後もチャンネル登録でチェックをしてみてください。誰もが幸せに満たされていくということがやっぱり世界の平和につながる、これが私のミッションだと思っております。最後まで見ていただいてありがとうございました。最後にも何といってもこの宇宙からいただいた愛の、セプタグラムソウルジャーニーリーディングに使うアストロドリームカードデッキから皆さんに1枚引きで、今日は何だろう、アリエスだ、まさに再誕生のカードです。今日この動画を見たことによって灰になった部分も灰からもう一度立ち上がるのがこのアリエス、不死鳥のカードですので、多分今日からまた皆さんの新しい希望に満ちた人生が始まると思います。素敵な人生を。